どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、気鉱石をふんだんに使って立ち上げた60センチレイアウト水槽のことは覚えていますでしょうか？初めて買う水草だけを使ってレイアウトを組んでいったんですが、思いのほかうまくいって満足しています。逆に、あまりにも順調に行き過ぎて、注水1ヶ月足らずでがっつりトリミングをする羽目に。そこまでを以前の動画でお話ししました。あれから2ヶ月半経過して忘れ去られる頃ということで、自分のチャンネルでは恒例のそろそろこの水槽を思い出してもらおう企画ということでやっていきます。自分の動画を視聴してくださってる方なら知っているであろう、あの水草が溶けに溶けた惨状からどうなるのか、ぜひ最後まで見てやってください。というわけで、この水槽を思い出してもらうために軽くおさらいをしていきます。まず、この水槽はレイアウト力向上の一環としてがっつり盛り土ができるようふんだんに石を使って傾斜をつけていこうというコンセプトのもと作った水槽です。やはりレイアウト素材はいっぱいあった方がいいということを再認識しつつ 10kg 超えの気鉱石を使いました。この水槽と同時期に成化石山岳レイアウトも作ったので、この時はレイアウト素材の石がだいぶ減りました。そういった背景もあり、以前動画で紹介したように、チャームの石ガチャを 60kg も購入したわけです。そんな水槽なんですが、使用した水草はすべて初めて使うものであり、後継層にロタラマクランドラグリーンとパールグラス、中継にルドビジアスーパーレッド、中継から前景に芝生の代名詞的存在のウォーターローンを植栽しました。最初はどの水草も元気に育つか心配でしたが、いつものミスト式で立ち上げるとそんな心配はいらず、どの水草もしっかり繁茂してくれました。特にルドビジアスーパーレッドは見切り品の腐りかけだったにもかかわらず一番元気がいいです。そこから注水を行い、20日間経過したところで全ての水草がモサモサになり、トリミングを行ったというところまでが今までのあらすじ。ただ、だいぶがっつりトリミングしたんですが、前傾層のウォーターローンは鉄ガスです。粘りが弱いイメージがあったので、もう少し様子見しようという判断。ちなみに、他のトリミングした水草はどうなったのかというと、すべて水上栽培に使いました。続いて、トリミング後の状態に移っていきます。今までルドビジアスーパーレッドで影になっていた部分のウォーターローンが結構浮いてきてます。ここは地味に傾斜になってるので、トリミングによって少しソイルが落ちてきたのも浮く原因の一つになったんだと思います。ウォーターローンは粘りが弱いので、影になるところに植栽すると徒長して引っこ抜けてしまうことが分かりました。こんな感じで浮いたウォーターローンの塊が数日水面に浮いてましたね。その後、例のスネール抹殺計画を行いました。この水槽はすべて組織培養水草を使用していることもあり、スネールを絶対入れたくなかったため、外部フィルターの中身もすべて新品を使っています。しかし、結果的にこの水槽が一番スネール被害がひどくなったので、どこかしらの水槽に発生してたら、どうやってもスネールは根絶できないんだなと、この時ようやく悟りました。以前の成化石レイアウト水槽の青緑動画で、スネール入るの分かってて、外部フィルターの漏剤流用するとかバカじゃねえの、時間の無駄お疲れ様でした、というコメントをされた方がいましたが、その時はまだスネールがその状態で本当に繁殖するのか分かりかねており、実際に繁殖するとは思ってなかった状態だったんですよね。アマゾニアソイルオンリーで立ち上げる関係上、スネールが混入するかもしれないけど、露材が立ち上がってる方がいいなと思ったんで採用したら、結果的にスネールが繁殖することになっただけです。どうせ他の水槽に繁殖してたら同じことですし。おまけに
同時期に無菌状態で立ち上げたこの水槽にもスネールが大繁殖したことで、もうこれは根絶やしにするためには薬剤で全ての水槽のスネールを同時に1匹残らず抹殺するしかないという強い信念が生まれたわけです。自分が結果まで動画でお伝えしたら、結果を見たことで知った気になってこうやって勘違いする人が出てくるんですよね。こういう人を貶めることしか考えてない生産性皆無の人にはまともに取り合っても時間の無駄なんで、今後はこのように自分の利益になるよう動画のネタにさせてもらうのでよろしくお願いします。やばい人間に付き合わず、自分の考えを動画でいろんな人にお伝えできるから、このやり方が一石二鳥でいいですね。そんな感じで、せっかく組織培養水草や新しい露材を使ったのに、うざいくらい繁殖するスネールに殺意を覚えたので、皆さんご存知の動薬剤であるキュプラミンを投与し始めました。そこからは以前動画でもお話した通り、高珪層のパールグラスが完全に溶けて悲惨なことに。ただ、それでもスネールをすべての水槽でしっかり抹殺しておかないといけないということで、苦しいながらも2週間投与を続けました。投与最終日には水替えをしていないこともありましたが、このように気孔石にも苔が生え、パールグラスはもさもさ茂っていた面影が消え失せ、葉が透明になっています。キュプラミン投与時は銅濃度をあまり下げたくなく、水槽内で生態に異常がなければ基本的に水替えをしてなかったので、ここに来てようやく水替えをしました。ということで、キュプラミン投与が終了し、初めての水替えを終えた時の映像がこちら。上に乗ってるポット水草は気にしないでください。左奥のパールグラスは本当にひどいありさまなんですが、それとは対照的に他の水草はすこぶる元気です。もともと元気すぎたルドビジャースーパーレッドもトリミングからしっかり復活し、小さめの葉がみっしり繁茂して色もいい。隣のロタラマクランドラグリーンも葉がしっかりし、頭頂部はうっすら赤く染まっており、紅葉を感じさせる自然な色合いになっています。そして一番気になっていたウォーターローンは青緑が気にはなりますが、以前とは比べ物にならない厚さへと成長しました。これはウォーターローンの背丈が伸びたというより、ウォーターローンの上にランナーが連なっていった結果、この厚さになったんだと思います。ここまで分厚くなると下葉が心配ですし、キュプラミンによるバランス崩壊のせいで青緑が出てきているので、ここで3週間ぶりのトリミングを行うことにしました。ただし今回はウォーターローンと溶けたパールグラスのみで、他の2種類の水草は元気なため、また今度トリミングします。それではトリミングをやっていくんですが、改めてパールグラスの悲惨な状態を見てみましょう。ヤマトヌマエビがいたら速攻で茎だけにされるであろうスケスケの葉っぱが水流でたなびいてます。青々としたパールグラスは消え、ここだけ違う水槽のようです。このパールグラスの葉に茶苔が生えていることからも、いかに調子の悪い水草が苔の栄養分になるかがわかりますね。このように上から覗き込むと、鮮やかな水草とは対照的なパールグラスのくすんだ色がくっきり見えます。よくこんなになるまで投与をやめなかったなと自分でもびっくりしています。それだけスネールに対する殺意が増してたんでしょうね。まあ今でもその殺意は変わりませんが。ということでトリミングしていきます。ちょっとハサミで触るだけで茎からパラパラと葉が崩れ落ちていきます。その影に隠れていたブリ実体もびっくりしてますね。最初はどうせここまで来ると再生しないだろうし、引っこ抜こうかとも考えたんですが、そうすると土留めがなくなり、確実に土砂崩れが起きるので、根元だけは残るようにトリミングをしました。これで少しは苔の勢力も収まってくると思います。続いてウォーターローン。水槽前面から見ると下葉もしっかり青々しているように見えますが、これは光が端の方に当たってるから表面上そう見えるだけで、全く光が当たらない中の下葉は結構色あせてることが多いです。キューバパールグラスとニューラージパールグラスで学びました。
ただ、このトリミング作業をしていて思ったんですが、ウォーターローンは粘りが弱いです。自分が使っているウェーブシザーの切れ味が悪くなっているのも原因ではあるんでしょうけど、切るたびにウォーターローンが引っこ抜けそうになります。おそらくウォーターローンはランナー同士が絡み合って浮いていないだけで、根っこ自体はそこまでしっかり根付いていないんだと思います。なので、どこか一箇所が剥がれようものなら、連鎖的に全面浮いてくる気がします。難しい前傾走だと思って挑んだ結果、案外モサモサになって簡単じゃんと勘違いしていましたが、やはりメンテナンスは大変そうです。というわけでトリミングした後の光景がこちら。見るだけで頭が痛くなりますね。そんなにがっつり切ったわけでもないんですが、トリミングカスが大量です。個人的にウォーターローンのトリミング後の処理はキューバパールグラスやニューラージュパールグラスよりも面倒な気がします。最後に水替えをしつつ、気孔石にもついた緑藻的な苔を歯ブラシで落としました。これが結構楽しくて、こすればこするほど気孔石の色が戻るし、割った粉をプロホースで常に吸うのがやみつきになります。どの苔もこれくらい簡単に取れればいいんですけどね。というわけでトリミングと苔取りを終わらせた状態がこちら。だいぶマシになったのではないでしょうか。遠目から見ても気孔石の色が本来の色に戻ってきてるのがわかります。ただトリミングしたウォーターローンは結構ひどいですね。ご覧の通り刈り込んだところが白くなってます。やはり熱くなったことで光が当たらなくなったからだと思います。特に前面左がひどく、広範囲において真っ白になってます。後ろの方はレイアウトの関係上、がっつりトリミングできなかったのもあって余計際立って見えますね。トリミングしたことによって若干浮いてきた感があるので、今後どうなっていくのか気になるところ。続いてトリミングから4日後の映像がこちら。だいぶ油膜が張ってきてます。油膜取り付きのサーフェイススキマーを取り付けているんですが、ブリ実体が吸い込まれないようにフロート部分に流れる水の量を少なくした結果、浮いた水草のカスが詰まってすぐに油膜取りの機能を果たさなくなっちゃいました。これはおそらくトリミングしてバランスが変わったことも影響してそうです。そして見てもらったらわかる通り、下ら辺のパールグラスにうじゃうじゃと青み泥のような苔が繁殖してます。また隣接しているルドビチャースーパーレッドにも被害が及んでおり、先ほどのすっきりした光景とは対照的な感じになってきました。おまけにウォーターローンをトリミングしたことによって常に水面にウォーターローンのカスが浮くようになり、余計苔が調子づいてる気がします。物理的に苔を除去したつもりでも、苔の栄養素になる水草のカスや傷んだ水草があるとすぐさま苔が復活することが分かりました。続いてトリミングから6日目の状態がこちら。ついにトリミングしたウォーターローンにもびっちり青み泥がつき始めました。さすがにこれ以上切るわけにもいかないので大和沼エビを入れたんですが、青み泥の元になっているものを叩かないといたちごっこです。おそらくパールグラスの刈り込みが甘かったんでしょうね。先ほどの4日目の映像からもわかるように、そこを起点に青み泥が発生しています。だいぶ侵食されていたルドビジアスーパーレッドも本格的にやばいことになってきました。これはこれでフレームモスっぽくもありますが、せっかく綺麗な赤なのに台無しですね。全体像がこちら。すごい気泡が出てて幻想的なんですが、これ青み泥の気泡です。全然嬉しくない気泡の上がり具合に涙ちょちょぎれそうなんですが、現実を受け止めないといけないですね。ただウォーターローンは青み泥のおかげで白くなってる部分が目立たなくなってる気がします。というかウォーターローンは何もしなくてもトリミングした後は葉がめちゃくちゃ抜けてたんで、白くなってた葉はこの数日である程度抜けていったんだと思います。左の方が調子が悪く見えたんですが、青み泥はどちらかといえば
ウォーターローンの右側に集中しています。これは水流の関係なんですかね。経路的に水流に乗って真ん中奥のパールグラスからルドビジアスーパーレッドへ移り、最終的にウォーターローンに行き着いてる感じがします。まあ、いくら考えても苔は減らないので、次なる対策が必要になりますね。それとは対照的に、ロタラマクラントラグリーンはめちゃくちゃ勢いを増してます。この前のトリミングから1ヶ月程度でモサモサになるのは、嬉しいのは嬉しいんですが、ちょっと管理が大変な予感がしてます。できるだけ気鉱石の輪郭を残すために、中央に向けて短く切ったんですが、なぜか中央付近の方が伸びてますし、やはり山岳レイアウトにするなら有形層はあまり使いすぎない方が良さそうですね。というわけで今回は薬剤でボロボロになった水槽が復活するまでの奇跡をお送りしたかったんですが、残念ながら青ミドロが勢力を拡大してきた感じになってしまいました。それでもこの時はスネールもいなくなったし、苔くらいどうってことないって精神で結構前向きでしたね。今回のパールグラスが溶けたのもスネールがいなければ起きなかったことではありますが、元凶が消えたのは清々しい。未だに殺意は消えませんが、これを教訓にもうスネールは持ち込まないようにしたいですね。水草レイアウト水槽をする上では自分にとって天敵ですし、アクアリウムを楽しむ上でのどでかい障壁になるので気をつけていきたいです。まだまだこの水槽も完成とは程遠く、今後もいろんな手を施していくので楽しみにしててください。この水槽の今後が気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。